Glamour UK magazine is out with its Woman of the Year issue. And to the surprise of plenty of readers, the company gave the honor to 9 men who identify as women transgender. For years, Glamour magazine has promoted beauty and femininity in all women, but now the company is referring to the trans community as the dolls. 通勤通学中の皆様、おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ、本日はですね、グラマー誌によるウーマンオブザイヤーからの話題になります。前回もですね、お伝えしました、このね、グラマー誌が、我らが親善大使レイチェル・ゼグラーさんを今年の女性、ウーマンオブザイヤーに選んだということで、こちらね、大変話題になっていたんですが、なんとですよ、今回、このイギリス版のグラマー誌がですね、新たに選出したウーマンオブザイヤーがトランスジェンダー女性だったため、これがですね、JK ローリングを巻き込んで、現在大炎上してしまっています。今回はですね、前回の動画の答え合わせのような内容になっておりますので、一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、以前ね、こちらの動画でお伝えしました。これ女性誌になるんですが、このグラマー誌というのがありまして、ここはですね、ウーマンオブザイヤー、つまりは今年の女性ですね。この2025年版を発表しました。するとここにですね、我らが親善大使レイチェル・ゼグラーさんと、YouTuber のね、ミズ・レイチェルが入っていたということで、こちらね、大変話題になっていたんですよ。この2人というのはね、その本業よりも、その活動家としての側面がね、注目されている人物でして、レイチェル・ゼグラさんに関してはね、このチャンネルご覧になっている皆さんだったらもう説明不要だと思います。で、この YouTuber のミス・レイチェルさんは、チャーリー・カークにね、論破されてしまった人物としても有名なわけですね。そうなると、この2人がね、今年のウーマン・オブ・ザ・イヤーに選ばれたというのが、何か違う意味に見えている。この選考基準に何かを感じさせる。こういった状況になっていたわけですね。すると今回ですね、このイギリス版のグラマー誌が、新たにね、2025年のウーマン・オブ・ザ・イヤーを選びまして、これにより、前回の動画の答え合わせがされたような状況になってしまったと。こういった状況になっています。で、ちょっとね、本題に入る前に、最近ね、ほとんどやっていなかったので、少しだけお時間をください。このプータンの世界 G ニュースですね、ほぼ毎日更新をしております。主にね、通勤通学の時間に見るというようなコンセプトになっているんですが、もしですね、まだチャンネル登録されていないという方いらっしゃいましたら、この機会にぜひお願いします。毎日投稿しておりますと、チャンネル登録してなくてもね、正直、毎日おすすめに上がってくるというような状況になっておりまして、気づいたらね、チャンネル登録してないという方、多数発生しております。一度ですね、ちょっとその辺ご確認いただきまして、もしチャンネル登録してないという方いらっしゃいましたら、この機会にね、チャンネル登録していただけたらと思います。通知ボタンなんかもね、入れていただけるとありがたいです。そしてですね、以前もね、少しお伝えしたんですが、現在ね、YouTube には、ハイプというシステムがございまして、週に3回無料でね、気に入った動画にハイプをすることができます。同じ動画にね、一気に3回使うことも可能なんですが、ぜひね、こちらもお願いします。できる端末というのが限られているようで、PC からもこれできないんですね。スマホでコメント欄付近にね、ハイプと出ていたら、その端末はハイプが可能ということになりますので、このハイプとグッドボタン、ぜひね、押していただけたらと思います。艶やかな雑誌は常に女性読者との関係が複雑だ。どうやってあなたの味方です。あなたのエンパワーメントのためなんです。と信じさせながら、同時に彼女が決して自分に満足できないようにするのか。どうやって太すぎる、年を取りすぎている、流行りに遅れているという劣等感を維持し続けるのか。もちろん直接そういうわけにはいかない。長年グラマーのようなメディアは絶妙な綱渡りをしてきた。メンタルヘルスを応援し、摂食障害への理解を広め、読者にあなたはそのままで完璧と言いながら、高額なリップや価格はお問い合わせくださいのハンドバッグ、ちょっとした美容施術があればもっと良くなれるんじゃないと促してきた。グラマーの最新号の表紙にトランス女性9人が Protect the Dolls、 これドールたちを守れ、つまり人形たちを守れと書かれた T シャツを着て、ウーマンオブザイヤーという見出しと並んで登場していることには驚きも前衛性もない。ということでですね、今回ね、こちらです。これね、UK 版のグラマー誌なんですが、なんとですね、こちら、ウーマンオブザイヤーに9人のトランス女性を選出しました。これ全員トランスジェンダーなんですね。そしてここにね、来ております。Protect the Dolls。これ皆さん覚えてらっしゃいますよね。これはね、このチャンネルでもたびたび登場しておりますが、こちらですよ。はい。ペドロ・パスカルがね、着ていたこのシャツと同じデザインとなっています。これはね、マーベルのサンダーボルツのプレミアでの出来事だったんですが、つまりね、このペドロ・パスカルは、この MCU のプレミアをご活動の場に選んだと、こういったわけだったんですね。じゃあね、このドールズ、人形というのは一体どういった意味なのか、こちらが本日のキーワードになります。ということでね、本日何度も登場します。
用語の解説ですね。こちら。ドールとは何か。その言葉の由来はと。4月、マーベル映画サンダーボルツの英国プレミアのレッドカーペットで、ペドロ・パスカルが Protect the Dolls と書かれた白いスローガン T シャツを着て注目を集めた。これはクイア系ファッションデザイナーのコナー・アイブスによるもので、売り上げはすべてトランスライフラインに寄付される。ドールという言葉はトランスコミュニティの中で心外のこもった呼び方としてよく使われる。トランス女性やトランスフェミニンの人を指す別の言い方である。ということでこのね、ドール、つまりは人形なんですが、これはね、1960年代のボールルーム文化から出てきた言葉と言われておりまして、このね、ボールルームっていうのは、いわゆるね、トランス女性たちのコミュニティです。で、これはね、もうただのコミュニティではなくって、血縁ではないんだけども、家族として形成されているんですね。で、そこにはね、マザーという存在がいて、みんなを保護していると。で、このね、ボールルーム文化に関してはこちらですね、パリ、夜は眠らないというね、Paris is Burning というね、1990年のドキュメンタリーがあるんですが、で、このドキュメンタリーが初めてね、世界にボールルームを知らしめたというように言われています。で、今回はね、ドールという言葉の発祥についてなんですが、このね、ボールルームでは、ボーグという踊りも生み出されているんですよね。ですので、ここからね、後のマドンナに繋がっていくことになると。もし興味ありましたらね、YouTube でも、ちょろちょろっと検索するとね、見れるような気がしなくもないので、わかりませんよ。それが公式のものなのか全くわからないんで、僕は責任持てませんが、そんな気がしなくもないので、興味ある方はね、ご覧になってみてもいいかもしれません。つまり、このドールというのは、このボールルームの中でね、トランス女性とかトランスフェミニンですね。つまりトランス女性ではないんだけども、女性寄りのノンバイナリー。このコミュニティでお互いをね、仲間として呼び合う呼び方。こういうものだと思ってください。つまりはトランス女性やトランスフェミニンを守れと、こういったスローガンなわけですね。すると、これに反応したのが J.K. ローリングでした。私はメインストリームの女性誌が女の子たちにもっと痩せろ、もっと可愛くなれと言っていた時代に育ちました。今、メインストリームの女性誌は女の子たちに男の方があなたたちよりいい女だと伝えています。ということで、こちらがね、今回のウーマンオブザイヤーの選出に合わせて出された表紙ということになります。ここね、ザ・ドールズと。で、ここに入ってますね。ウーマンオブザイヤーと。トランス運動は現代史において最も女性蔑視的な運動だと言っていい。特にその規模と社会での需要のされ方を考えればなおさらである。全くその通りです。今、私たちが目の当たりにしているのは、真実と美徳の完全な反転です。かつて女性性は神聖なものとして称えられていました。優雅さ、美しさ、慎み、育む力、そして道徳的な洞察力。今の文化はそれを嘲笑しているんです。彼らは女性というものをイデオロギー的な衣装に置き換えました。生物学をアイデンティティに、美徳を喝采に。この雑誌の表紙は女性を称えてなどいない。女性を消し去っているんです。するとですよ、このね、投稿に対してのアンサーとしまして、はい、こちら見てください。これね、ブリティッシュグラマー、UK 版グラマー誌ですよ。これ皆さん公式ですからね、パロディアカウントじゃありません。このようなポストをします。JK 怒ってろよと。すごいでしょ。これ非常に有名な女性誌の公式アカウントですよ。Stay mad JK。つまり JK、そのまま怒っておけよ。このようなポストをしたんですね。JK ローリング、グラマー UK がトランスのドールたちをウーマンオブザイヤーに選出したことに激怒し、先頭に立つ。グラマー UK は2025年のウーマンオブザイヤーとして、トランス女性のグループを選出したと発表し、激しい反発を招いた。この英国のグラマー誌は、ザ・ドールスと呼ばれるトランス女性9人にこの年間賞を授与すると。彼女たちはトランスの声を力づけ、高め、称えるために活動してきた先駆者たちだと述べている。しかし、ハリーポッターの作者でトランス問題に異議を唱えてきたローリングは、この決定を酷評した。これに反対したのは JK だけではない。英国のラッパーでトランスジェンダーコミュニティに反対する立場を取ってきたズービーもローリングに同調し、この表紙を称賛する人々を批判した。これが先ほどの人ですね。トランス運動は現代史において最も女性蔑視的な運動だと言っていいと。またトランスを中止した英国のオリロンドンもこれに加わった。グラマー UK は9人のトランスジェンダーの男性を表紙に起用し、彼らを今年の女性と呼んでいるとロンドンは書いた。グラマーのアメリカ版は今週、女優レイチェル・ゼグラーや子供向けの YouTuber ミズ・レイチェルを最新のウーマン・オブ・ザ・イヤーに選出したことに対して反発を受けていた。これは彼女たちがガザでの戦争を批判したことを受けてのものだった。ということでですね、このね、グラマー誌のこうした思想ですね。そしてこの UK によるね、今回のトランスジェンダーの選出。これを受けまして、どうでしょう皆さん。これね、答え合わせがされたと。このように見られてもおかしくないかもしれませんよね。で、こちらですね、グラマーが直々にですね、JK に対して反論する記事というのを出しています。現在の政治女性は、特にトランスの人々に対して敵対的であるため、グラマーがこうした女性たちを称えることは極めて重要でした。彼女たちは皆、素晴らしいロールモデルです。JK ローリングがこの表紙を批判したことについても、私たちは動じません。
私たちはローリングによる表紙スターたちへのミスジェンダリングを断固として拒否します。受賞スピーチの中でマンロー・バーグドルフはこう語っています。これは今回ね、受賞しました9人のトランスジェンダーのうちの一人です。私たちは今、非常に不穏な時代の真っ只中にいます。もはや私たちはファシズムに立ち向かっているとは言えません。ファシズムはすでにここにあるんです。トランスジェンダーの人々を悪魔化することは、トランス女性をシス女性から、そしてトランスコミュニティを公共の場から引き離すだけではありません。最終的には人権そのものを私たち全員から分断するものでもあります。トランスジェンダー支援団体の代表であるダニ・セント・ジェームスはこう付け加えた。ドールたちに対価を払いなさい。ドールたちを雇いなさい。カメラの前にも後ろにも立たせなさい。ドールたちを堂々と愛しなさい。そして逆風の中で、たとえ私たちがその場にいなくても、ドールたちのために声を上げなさい。ではこちらネットの反応を見ていきたいと思います。じゃあ私たち女性は男を目指さなきゃいけないの？ふざけんなグラマー。あなたたちの目覚めたくだらない主張なんてどこかにやってくれ。ここピアス・モーがいますね。グラマー氏が9人の生物学的男性をウーマン・オブ・ザ・イヤーに選んだというのは馬鹿げたウォーク的美徳アピールの基準からしてももはやパロディの領域を超えている。そしておそらくこれはグラマー氏にとっても終わりの始まりだと私は思っている。これは正解です。女性は人形じゃないんですから。英国版グラマーで働いている若い女性たちが自分たちの仲間である女性を投げ捨てて、いつかこれを恥とともに振り返ることを願う。恥ずべきことだ。若い女性向けの雑誌が今年の女性として男性のグループを発表しました。これは大規模なガスライティングです。これはあなたたちが女性を憎んでいるという究極の証拠です。だから女性はあなたたちの雑誌を買うべきではないんです。グラマー有権、あなたたちは5年遅れている。トランスによるテロの10年を終わらせてくれるのを早めてくれてありがとう。もうこんなあからさまな女性蔑視を信じる人はいない。グラマーはもう終わりにすべき。こんなことをする企業はボイコットしよう。29万8000回表示されて、いいねは148しかありません。ということでこちらですね。この投稿ね、現在ね、86万6000回表示されておりまして、439しかいいねがついていないと。この方ね、元グラマーの編集者の方のようです。JK ローリングはアフガニスタンで危険にさらされていた女性たちを救い、女性専用の暴行危機支援センターを設立した。彼女は子供たちのチャリティーにも資金提供しており、性に基づく権利について声を上げたことで概予告さえ受けている。そんな女性たちのための雑誌がこんなことを言うなんて吐き気がする。下劣だ。GQ の、これ男性向けのファッション誌ですね。メインオブザイヤーに女性が登場しているのを私は今まで一度も見たことがありません。妙な話ですね。グラマー、やめておいた方がいいよ。誰もあなたたちに賛同していない。ウォークは終わった。ヘイターたちは無視してください。あなたたちの雑誌は最高の男性向け雑誌です。はい、ということで本日はですね、先日もお伝えしました、グラマー誌の英国版がトランスジェンダーをウーマンオブザイヤーに選出したことで、JK ローリングを巻き込んで大炎上しているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。いやー、どうですか。以前ね、ダブルレイチェルが選出されたのは、そのご活動が影響しているんじゃないんですか。そんなお話をね、したんですが、皆さん、今回の選出を見てね、この問いに関しては答えが出ているんじゃないでしょうか。で、現在のですね、こういった、トランス関連のアクティビズムですね。これはですね、JK ローリングとね、バチバチやり合った時点で、全てが瓦解するでしょ。だって JK ローリングってフェミニストなわけですから、その女性の権利を守ろうと言っている生物学的な女性を、生物学的な男性が攻撃しているということになってしまうんですね。なので先ほどのね、こちらのポスターが象徴的ですが、もうこれやっちゃった時点で、これに賛同するのって活動家だけだと思うんで、支持は得られないですよね。だってね、今回実際にこれに反対している人、これを批判している人っていうのは、その多くが女性なんですよ。だから本当にね、こういったムーブメントというのは、ハリウッドもそうですけどね、こういったメディア界隈の美徳にしか過ぎないんじゃないかなと思いますね。よくね、LGBTQ から T と Q は引き離すべきだ。このような議論というのがあるんですが、やっぱりね、現在はトランスの権利の主張というのは、生物学的女性の権利の侵害とセットになってしまっているんですね。なのでね、現在はその時勢というのもかなり変わりましたし、こうやってね、トランスの権利というのを声高に訴えるのであれば、私たちの主張というのは、こういった観点で見ても、女性の権利を侵害するものではないんですよ。こういったものもセットになっていないと、受け入れてもらえないんじゃないかなというような気はしてしまいましたが、皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。